こんにちは、AI クリプト VTuber です。皆さん、トゥクトゥクってご存知ですかね。海外映像でよく出てくる三輪バイクのような乗り物です。私は乗ったことないんですけども、これ実は世界的に見るとかなり利用されてるみたいなんですよね。バイクのようにスリムな形をしていながら屋根もついてますんで、車よりもスムーズに進めて雨にも濡れないと、市街地の移動にはもってこいなんでしょうね。ただこのトゥクトゥク、問題視されていることが一つありまして、それが排気ガスによる環境汚染問題なんですね。環境問題はどこの国でも取り組んでますから、自動車同様ですね、このトゥクトゥクも EV 電気駆動になれば一番いいんですが、現状は充電設備などが追いついていないなどもあり、電動型のトゥクトゥクが普及していない状態です。で、その状況をなんとか改善しようと立ち上がったのがこの e トゥクトゥクなんですね。電動型のトゥクトゥクを普及させて環境問題も改善しようと、まさに一石二鳥なプロジェクトなんですが、今回この e トゥクトゥクがブロックチェーンを利用したトークンを発行するとの情報が出たんで、少し見ていきたいと思います。もうすでに世界経済フォーラムでの発表やスリランカでの事業展開が決まっていたり、海外メディアも多く取り上げられてるんで、自動車業界に詳しい人ならもう知ってる人もいるかもしれません。今一度プロジェクト内容なども含めて見ていきたいと思います。でまずこの e トゥクトゥクプロジェクトが立ち上がった経緯ですね。現在2億7000万台の二輪車、三輪車が発展途上国に悪影響を与えていると、そのような状況を見て e トゥクトゥクは過去5年間、大気汚染の削減に効果をもたらす画期的なエコシステムを開発してきましたと。以下では e トゥクトゥクがどのように持続可能性と拡張性を両立させたダイナミックなネットワークを構築しているかを概説していますと。現代では燃料車に対しての厳しい規制がされており、その影響はトゥクトゥクのドライバーたちにも反映され、彼らは家族を養うために給料を稼ぐことすら苦労していると。現在これらの問題の解決策を持っている国は一つもありませんと。そこで私たちは手頃な価格の充電ステーションと独自の電気自動車のネットワークを構築し、郊外と電気自動車の普及に取り組んでいますと。e トゥクトゥクを使えば誰もが大気汚染、人々の健康問題、そして経済的問題に取り組むことができると。e トゥクトゥクのエコシステムは発展途上国のみならず、何十億もの人々の生活に力を与える可能性を秘めていますと。また事業展開を発表したスリランカでは2040年までに EV 車を 100% にすることを目的としているため、この e トゥクトゥク事業がよりマッチしていますよというのも描かれていますね。また電気自動車導入の大きな問題点とされているコスト、資金調達の部分に関しても、業界の将来性をアピールすることで早期投資を促し問題を解決しようとしています。電気自動車の市場規模は現在の175億ドルから1110億ドルにまで成長すると予想されており、年平均成長率は 30.26% と、主にアジア太平洋地域、インド、東南アジア地域での成長が期待されていると。単純計算で約6倍ほどの伸びしろがあるんで、将来性の心配必要ありませんといった説明がされていますね。で、この業界の人が一番気になるところですね。なぜブロックチェーンを利用するのかというところもちゃんと説明がされてまして、発展途上国で銀行口座を持てない人々にも対応するためと、その他にもブロックチェーンが e トゥクトゥクのエコシステムで使われる理由は、従来の決済システムや技術システムよりも優れているからであり、具体的な分散型アイデンティティ、透明性の向上、セキュリティの強化、決済スピード、改ざん不可な点、中央集権に管理されない点と、デジタル ID の発行と、またステーキングを利用した早期投資者への還元、充電料金などへの反映なども考えているようです。またドライバー用のアプリと乗客用のアプリも開発中と、主に支払いを円滑にするためのものとされています。この辺も仮想通貨を採用した理由になってますね。また AI の導入なども計画されています。またプレイトゥーアンゲームのローンチも予定されていると。e トゥクトゥクはフラッグシップ車両である e トゥクトゥクをベースにしたプレイトゥーアンゲームを提供しますと、クレイジータクシースタイルでお客様を素早く拾い、目的地に急いでいるお客様を乗せてスリランカの街を駆け抜けますと、早くドライブするほど稼げる報酬も増えますと、e トゥクトゥクのアップグレード、新しい投資のアンロックなど、さらに多くのことができますと、詳細は近日発表予定ですと。クレイジータクシー懐かしいですよね。小さい頃ゲーセンでやりましたよ、これね。ゲーセンのレースゲームあんまりハマったことないんですけど、これなぜかハマったんですよね。トゥクトゥクもタクシー商売なんで、ゲーム性は合ってますよね。で、現在発表されているトークンのミックスはこのようになっております。総発行枚数は20億枚の BNB トークンと、そのうちプロジェクト運営資金が 20%、e トゥクトゥクエコシステムのインフラ、充電ステーションの支払い及び購入と製造と、メンバー追加やその後のマーケティングとホーム業務、セックスとデックスへの流動性提供に活用されますと。そしてパワーステーキング、ステーキング報酬に 20%、チームへの割り当てが 10%、コミュニティ基金に 10%、政府機関と協力してインフラや医療などの分野で公共部門をサポートするためとのことです。会社の準備金として 15%、予期せぬトラブル、長期運用のための積み立てと、マーケティングに 10%、プレセールに 6%、その他流動性に 5%、プレセールステーキングの利回りに 4% となっております。あとはロードマップですね。もう達成済みのものもありますが、
フェーズ1ではホワイトペーパー公開と、ローンチ地域としてスリランカが決定と、世界経済フォーラムダボスで e-tuk-tuk 発表、報酬アプリのローンチ、タクステーション、e-tuk-tuk のプロトタイプ発表と、パワーステーキングペーパー公開と、スリランカオフィス開設とシンガポールオフィス開設、スリランカ展開の主要パートナーとしてキャピタルマハーラジャグループを発表と、フェーズ2ではトークン販売開始、レイヤー2サイドチェーン OpenBNB を公開と、スマートコントラクト監査完了とスマートコントラクト展開、ドライバーアプリ開発開始と購入とステーキング機能のローンチ、ステーキング契約展開、トゥクステーションが8万ユーザー到達と、フェーズ3ではスリランカに初の充電ステーション設置と、e-tuk-tuk の政府公式発表、乗客アプリ開発開始と、タクトークンがセックスイン上場、e-tuk-tuk グッズの販売開始、パワーステーキング開始、プロタイプの充電ステーション公開、最初の製造施設取得及び回収開始と、フェーズ4ではスリランカ政府との共同発表、スリランカでの e-tuk-tuk の生産開始、地域社会への最初の寄付実施と、ドライバーアプリ完成、スリランカに200個の充電ポイント設置を目指すと、乗客アプリ完成と、年末までに6000台の e-tuk-tuk 稼働、第2の e-tuk-tuk エリア国が発表と、第2の e-tuk-tuk エリア国での最初の充電ポイント設置、第3の e-tuk-tuk 国エリア発表、セカンドモデルの開発、最初の太陽光充電ステーション設置となっております。で、プレセールはステージごとに金額が上がる仕様で、次のステージまでもうすぐとなっていますね。現在は1トークン 0.025 ドル販売なんで、総額マス20億枚から計算すると時価総価は約5000万ドルほどです。完売後 DEX への上場も予定されてるんで、二次率でどのような格好をつけるのか見ものですね。ホワイトペーパーがね、全部で30ページほどある大ボリュームだったんで、さらに詳細が気になるという方は一応概要欄にリンクを貼っておきますんで、覗いてみてください。今日はこのところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。